こんにちは。農学研究員の森本純子です。今日はわざわざお越しくださってありがとうございます。私たちは、地球上の生態系からさまざまな恵みを受けています。海、森、川、湖、湿地、それぞれが独特の生き物、そしてそれを取り巻く環境を持っています。それらの生態系は互いにバランスを持ってこの地球上に存在しています。何億年もの歴史を持つ地球上に、生態系の一員として存在する私たちがするべきこと、してはいけないことは何でしょうか。それは先人から引き継いだ生態系をできるだけ変えないこと、そのために私たちが自然との付き合い方を変えることだと感じています。開発しすぎた、手を入れすぎた自然から潔く手を引き、もともと自然が持っていた持続可能性を引き出すことが大切です。森林の生態系で今起こっている話をします。日本の国土の約 70% が森林です。そのうちの4割、人工林、つまり人が切って植えるを繰り返してきた森です。人工林を作る主な目的は材を得ることです。木材ですね。材が軽くてまっすぐな針葉樹、それが良い材とされます。本州の場合は杉やヒノキや松、北海道の場合はトドマツやカラマツです。したがって多くの種類の木が生えている森を数種類の針葉樹しか生えない森に変えてきました。作業効率を良くするために一度に切って植えるという作業を繰り返してきました。ところが最近私たちは、自分の国の木材を使わずに外国産の安い木材に頼るようになってきました。そのために日本では森づくりに携わる人が激減しています。それではこれまでどのように人工林を作ってきたのでしょうか。一般的な手順をご紹介したいと思います。まず植林をしやすいように、土を平らにします。そしてもともと生えていた植物はすべて取り除きます。これを地ごしらえと言います。3年ほど別の場所で作っておいた苗を穴を掘ってその中に植え込みます。その後 2,3 年は非常に雑草に巻きやすいので周りの植物を刈り取るという作業をします。10年目になると成長してきた木につる植物が絡みつくので、その写真にありますように木に登ってつるを切るという作業をします。15年から20年経ちますと、枝が絡み合って混み合って森林内が暗くなってくるので枝打ちをします。20年から30年経ちますと、木が非常に混み合ってきますので、間伐をします。でそれは光や土の栄養が、奪い合う競争が激しくなると木の成長がうまくいかないからです。そして50年ほど経ってやっとこのように木材として使える太さまで成長します。ところが、人手不足によりこのような作業を行えない人工林が増えてきました。すると細い木が過密に混み合って、生えているという状態になります。さまざまな弊害が出てきます。例えば森の中が暗くなって下草が育たなくなるので土が養分とともに流されやすくなります。そして枝が混み合うので、病気や虫などの害が蔓延しやすくなります。さらに、根を張ってしっかり太く育たないので今お見せしているように大風が来た時に一斉に倒れてしまいます。大切なことは
人が作ってきた森は自然に成長してきた自然林とは異なって、常に手をかけてやらないと維持できないということです。畑の作物を育ててやるのと同じことです。人工林をこのようにたくさん作ってきましたが、日本で育った木をもっと使って衰退しつつある林業を復活させなければなりません。それと同時に、面倒を見きれないほどたくさん作りすぎた森からは潔く手を引いて、自らの力で維持できる自然の森に戻してやる必要があります。作りすぎた人工林を自然に戻そうという動きが他の国でも始まっています。人工林からの脱却、そして自然林への転換、その道筋はどのようにつければいいでしょうか。私たち北海道大学農学部と国有林の取り組みをご紹介したいと思います。2004年に大きな台風が北海道に上陸しました。名物のポプラ並木が倒れて、その復元の方法が熱心に議論されたことは記憶に新しいと思います。倒れたのはもちろんポプラ並木だけではありません。北海道の森林のおよそ4万ヘクタールが倒壊しました。国有林は倒れた森林を元の自然林に近づけるために2つの取り組みをしました。1つは倒木を取り除いた後に、もともとこの地域に育っていた広葉樹を植えることです。これまでのように針葉樹を植えないというところがポイントです。で、2つ目は木を植えずに倒木などもそのまま放置してみるということです。さて、どちらが早く森林に回復すると思われますか？ちょっと会場の皆さんのご意見を聞いてみたいので、1番の植林する方だというふうに思う方、手を挙げてみていただけますか？ではその次に、2番の放置する方だという方だと思う方、手を挙げてみていただけますか？会場では半分半分ぐらいですね。で、本当の答えは50年後、100年後にしかわからないんです。けれども、初めの状態を詳しく調べることで、ある程度将来の予測をすることができます。これが私たちがやっている調査の風景ですが、大きな倒木の大きさを測っている人がいます。で、種から出たばかりの小さな植物の名前を調べたりもします。で、植物を調べるだけではなくて、土の湿り気を今測っているところ、黄色い服の女の子が測っているんですが、それを測ったり、それから光の強さ、どれだけ明るいかというような環境条件も測定したりします。ただ暑かったり寒かったり、蜂や毛虫が来たりと、そんなに簡単な作業ではありません。ただこのように根気強く調査をすると、次のようなことが分かります。どうやら早く回復するのは放置した方じゃないかということが分かってきました。ただしそれは元の自然林の姿に戻るのではなさそうだということです。ではまず、どうして放置した方が早く森に回復するのか。それはもともと育っていた、倒れた後に残された小さな木がたくさんあるからです。親の木が倒れた後から、そのすぐ直後から残された小さな木が勢いよく成長を始めます。その一方で、植林をする方はそのような小さな木をすべて取り去ってしまっているので、回復してくる木がとても少なくて、代わりに草が生い茂ります。これが、一つ、倒れた人工林を放置しておくと早く森に戻りそうだという理由です。ただ、回復してくるのは、成長してくるのはこれまで植えてきた針葉樹の子どもたちです。ですので、もともと人工林になる前に育っていた広葉樹はなかなか戻ってきません。それではどうすれば針葉樹も広葉樹もあり、自らの力で世代交代していくような森に戻っていくのか。一つの答えが
放置と植林をうまく組み合わせていく方法だと思います。ではどのぐらい植えてどのぐらい放置すればいいのか。枯れ木をたくさん置きっぱなしにしておくと、病気や、虫が蔓延しないだろうか、あるいは火事にならないだろうか、いろいろな課題があります。健康な自然の森に戻すためにまだ調べなければならないことがたくさんあります。作りすぎた森を元の持続可能な森に戻すために、そして森林生態系を変えないために、これまでの、林業の在り方を見直して、自然との付き合い方を変えていくことが必要だと感じています。森林の研究は、答えが明らかになるには100年近くかかることがよくあります。ですので私たちの世代だけではなく、先人から引き継いだ記録を頼りに進めていきます。持続可能な森林を次世代に引き継いでいくために、森林の研究もまた私たちから先人の皆さんから私たちに、そしてあなた方へと引き継がれていくことを願っています。これで発表終わります。ありがとうございます。